こんにちは、白川龍です。今日は合気道新部練成塾理風道場で撮影をしております。で今回のコラボは素晴らしい先生とのコラボとなっております。ケーブ流合気体術13代目当主雨宮弘樹先生です。よろしくお願いします。ようこそ仙台に。いや本当にありがとうございます。本当に嬉しいです。いや先生とは、はい、もうやっちくんチャンネルや、はい、あとタクチャンネルの忘年会だったり、あるいはちょっとプライベートでも何度かお会いしてたんですけど、そうですね、はい、技術交流っていうのは初めてですよね。そうですね、実はですね、合気道関係者から、はい、ぜひ雨宮先生とコラボしてくれっていう声が多かったんですよ。あ、本当ですか。先生、なんでか分かります？なんでですか。それはですね、はい、ケイブ流合気体術、合気っていう部分がすごい気になっているから、ぜひ交流してどういう感じか確かめてくれって本当に言われたりするんですよ。あ、本当ですか。はい。今日も本当に楽しみに来てまいりました。もう本当にありがとうございます。お手柔らかに。いやいや、もちろんです。でも先生のケーブ流はもう500年の歴史があるんですよね。正確にはですね、雨宮家の家伝で伝わっている体術、これが1520年から今現在までなので500年ぐらいありまして。後継になる資格を得るために、術理と原則を変えずに技法をアップデートしていくっていうのが、私の代々続いていまして、で私の代で一般に要は公開することになりまして、これは2010年に公開してるんですけども、でその時にずっとこう、家電の、意思相伝で続いてきたものというのを、そのまま公開するのは良くないということで、当時うちの父はもう他界してるんですけども、父と私と相談しまして、で流派名もなかったのでケーブ流という流派名をつけて、その合気の部分ですね、私の代で合気というのを取り入れてって言ったら語弊がありますけども、参考にして、で私の人生に最もこう影響を与えたその技術というのが合気だったので、すごく思い出があってですね、でそこで合気という名前を入れさせていただいて、その点はまた後で深く分かりました聞きたいなと思うんですけど、でもあれですよね、ケーブ流はいわゆる武田信玄公の陰で支えた7家のうちの一つの雨宮家なんですよね。そう500年ずっと続いていて、しかも一子相伝で技術が楽しみにしております。いやいや、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。で1点だけ視聴者の皆様に注意していただきたいのは、ケーブ流は2010年に一般公開されたんですけど、まだまだ公開できない技術が本当にたくさんありますので、ちょっと今回不自然な PO やカット、モザイクがあると思いますので、そこはご了承お願いします。ということで、禁断の交流というか禁断の合気に迫りたいなと思っているんですけども、ある種と合気道家にとっても真剣に稽古をしていると、やっぱ合気ということに絶対たどり着くというか、一回は考えなきゃいけない、すごく大事なワードでもあるんです、で合気道界の中でもいろんな合気がありまして、合気という概念が千差万別というか、流派会派によっても本当解釈も意味も違うので、非常に難しい問題でもあるんです。通常は相手の気を合わせる、それは力だったりエネルギー、タイミングっていう物理的な法則を合わせるというのは基本的に合気道で使われている合気なんですけれども、それとは別に不思議な合気の現象っていうのがあるじゃないですか。で大体3つに分けると、無力化、触れた瞬間力が無力化してしまうっていう無力化の合気と、あとは硬直化、固まってしまう、掴んでる手が全く固まってしまう。で3つ目が大体手が離れなくなってしまうっていう現象なんですね。でこの合気って本当に不思議でして、単純物理法則を超えてすごく不思議な現象で、私もものすごい興味もあるんですけど、ただ深く観察して考察すると、ちょっとその不思議な現象っていうのはある種稽古内では起こることがあるんですけど、実際に実践とか試合においてはかなり適応するのが難しいかなって個人的には感じているんです。で例えば合気道では代表される合気上げっていう現象があるんです。合気上げ、こういうのが一番代表的だった。あと座り技とかでも呼吸法で合気上げっていう、これは一応力のベクトルを変えてるっていうことで、
これも一応合気の一つなんですけど、はい、先ほどの不思議な現象っていうのは例えば普通はこの状態体崩れてるんですけど、攻撃しようと思えばある種攻撃できる、はい、っていうのはある種塊がないから、はい、でもう一つはいつでも話せる可能性もあるし、はいはい、あとは視点を変えるとちょっと意地悪すると常に視点って変えられるので、はいはい、ついてはいるんですけど別に変えればわからない、はいはい、で3つのやっぱこういう不思議な現象が起きるっていうのはちょっと条件がありまして、1つは武術的な五木が存在していることと、あとは受け入れる姿勢っていうのは必ずあることだと私個人的には思ってるので、はい、だから、試合とか実戦とか試合においてはちょっと適用しづらいのかなと感じてるんですね、はいはい、もしこのような技術がすごく汎用性があって利点がたくさん活用できるならば、現代のちょっと考えられないんですよ。でケーブ流合気体術、ケーブ流っていうのは、武田信玄公を支えた超実践的な護身術だったり実践武術であるんですね。その超実践武術である、ケーブ流がなぜこの適用しづらい合気という概念をこう取り入れたかって、そこが私すごい興味を持ってるんですね。ケーブ流はもともと流派名を名乗る前ですね、は雨宮家の家伝の体術なので、もちろんその合気という部分っていうのは、もなかったわけですよね、はい、なんですけども剣道やまたは柔道や例えば三船柔軟がやっているような、はい、あの頃の柔道や、合気道の方もそうですし、各格闘技のトップ選手もそうですけども、語弊を恐れずに言うのであれば、私が見てこれは合気なんじゃないかと思うようなことを、意識的にそうされているのか無意識にそうされているのか分かりませんけども、はい、そういった要はその現象を起こすことがあるわけですよね、はい、私もとある縁から、はい、ある先生と出会いがありまして、はい、でその時に合気というのを初めて手を取らせていただいたんですね。私は合気初めてなので、はい、もちろん試すように取るじゃないですか、はい、どういうものか知りたいので、はい、でそしたらもう足が上にあったんですよ、でその時の今衝撃とかインパクトからこれは学びたいと思いまして、で即その先生に指示をしたんですけども、はい、なんですが実はその雨宮家にも合気とは言ってませんけども、合気のようなもの、はい、なんですかね、合気に見えるもの、なんかもわんとしたものがなんとなくあるんですね、はい、で父にできたりとかそういうふうにできたりするけども、そういうふうにできてても父にできないとか、やっぱ個人とかあると、そうなんです、そうなんです。でそれは同じ動きをして反応が違うわけですよ。でこれは何なんだろうというところでたまたまご縁をいただいて、はい、でそれを学んだ後にケーブ流として一般国家さんに合気っていう定義をまず決めないといけないと。そうですね、定義って難しいですよね、はい、どれも多分正解だと思うんですよ。そうなんです、そうなんです。はっきりした定義がないからこそいろんな合気があっていろんな解釈があるのはすごいそうなんですよ。先生のおっしゃる通りで、はい、正解はないというんじゃなくて、本当に全てが正解で全てが本当の合気だと私は思っているんですけども、はい、ただケーブ流の合気っていうのはどういったものなのかというのを定義化した方が、要は学びやすい。そうですね、明確した方が、理解しやすいですし、学びやすいと思います、でそれがケーブ流の合気の定義というのは4大原則、ケーブルの4大原則っていうのは呼吸、姿勢、脱力、調和、これに円と反射が入ったもの、つまりこの3つが一つになって体現されるもの、これをケーブ流では合気と言っています。ですので、それに例えばその4大原則ができてるけども、円がなくて例えば直線の動きで、そこに反射が起きてる、これは合気としてないんですね。ちょっと明確いいですね、明確です。そうなんですよ、だから見た目は要は合気なんじゃないかと思うかもしれませんけども、それはうちでは合気みたいなものというか、ケーブ流にとってはってことですね。そうです。その流派にとっての合気ですごいいいと思うんですよ。そうです、そうです。だからそうやって区別をして私たちはその合気を学んでいるというか。実践的な合気なんですか、その動きっていう。
うちのその雨宮家もそうですし、ケーブ流の合気もそうなんですけども、稽古をする際っていうのは柔らの部分がやはりありまして、その柔らは大きく分けて、ケーブルラン3つに分けてるんですね。1つは柔術、で2つ目に、和の術と書いて、柔らの術、柔らかいで、3つ目に合気の術。柔らというのをカテゴリーの一つとして、でそれを学ぶためには、フェーズに分けて1つずつ学んでいくと、実際は合気対術なので、一つ単体では使わないんです。単体では使わないです。つまり合気で人を倒したりだとか、っていうのは例えば柔術の中に合気の要素を入れるとか、当て身の中にそうなんですね。単体で使わないっていうのはちょっとしっくりきますね。そうなんです。つまりそれはケーブルの考え方がありまして、ケーブルは臨機応変なんです。つまり例えば背負い投げで相手を投げたいと思った時に、どうしても投げなかったとします。でそれにこだわる必要はないと、ついてもいいですし、別に足払いでもいいですし、詰将棋のようにしていくんですね。例えばこうなった時に、うちはですね、この肘を曲げさせないんです。曲げると、力がこちら側に逃げるので、うちではこのままこうやって上げていきます。で今肩に抜けてるの分かりますか？これを首にこうやって抜けるんです。そうするともちろん上に上がってて手が動くんですけども、重心がちょっと斜め上の方に上がってるので、ちょっとこうパンチしづらいんですね。これを、身体操作で行っていくんですけども、まずは反射。反射は、相手の中でも反射を起こさせないようにして崩すものと、反射をあえて起こして崩すものっていうのがありまして、例えばグッと掴むと相手も反射してちょっと力みが出るんですよね。これを利用するんです。首が詰まってるんです。これは相手の人間の反射なので、要はこうなるっていうことはないんですよ。人によって持ち方によって絶対そうなるとは限らない。そうなんです。ですから首が後ろに行く場合もありますし、首が詰まる場合もありますし、例えばこう持たれた場合、相手はしにくいわけですよね。ですからここにまずこだわらない。こっちです。こう一回上に上がりましたよね。でここから上に上げていきます。そうすると同じです。ここも触ってもらえますか？結構力ガチガチに固まってますね。これで上にかなりガチガチなんですよ。でこれ先ほど塩川先生がおっしゃってた人によって人によると思います。掴み方によりますよね。掴み方にもよりますし、反射ですから人の反応ですよね。そうです。ですから感度が高い人もいますし、感度が低い人もいますし、運動神経がいい人もいますし、悪い人もいますし、その中間だっているわけです。彼の場合はどちらかというと自己保存欲が強いんですね。ですので固まる傾向にありやすい。ですので彼の場合はそんなに固まらないです。思いっきりちょっと触ってみてください。今思いっきり噛んでる。今こんな感じです。書きますね。ほらあんまり固まっていかないんですよ。でこれどういうことかというと、合気というのはケーブルですね、レベルに応じてかけるその技法が変わっていくというかですね、ケーブルの場合はですね、つまり、レベルが上がれば上がるほど、かかりやすくなってきて固めることもしやすくなりますし、その不思議な現象っておっしゃってたんですけども、ああいう現象を起こしやすい。サッカーのゴールキーパーやってる方がいらっしゃって、その方は初めてお会いしてで体験したいっていうので、要はそのとりあえず受けることは何も考えずにがむしゃらに行きなさいっていうふうに言ってでかけたんですけど、触んなくても飛んでください。
やっぱその受け入れる気持ちがなくても感度によってかかる。そうですか。もちろん書き方もありますけども、そうです。もちろん受け入れる気持ちがあるに越したことはないんですけども、稽古の上ではそうですね。稽古の上では受けないと上達していかないので、ただ実践においては受け入れろと言われても受け入れないんです。はい。ですので合気でこれでかかんないとしても、通将棋のように一つの要はその合気上げの中にも柔術の合気上げも一緒に入れるんです。はい。これ柔術と合気両方入れたんですよ。でどういうことかっていうと、柔術の合気上げはこうやって入れる。そうです。この力を外側に逃がして、直線だと戻りが甘いので、円によって崩すわけですね。これだと彼は一生懸命抑えてるんですけども、抑えどころがなくて上に上がってると、これに先ほどの合気入れるんですよ。そうすると固まるんですよ、彼の場合は。だから一つの技でかからない、つまり合気が入らないとしても、柔らの柔術の方の合気上げで、かかる。で柔術の合気上げでもしかからなくても合気の術の合気上げでかかると。で両方でかからない場合は、実はその転結も攻めてまして、要は抑えが効かなくなるんですよ。軽くなんですけども、強く触れると切れるんで、軽く触れると相手の体が崩れやすくなるんですよ。でそうやってこう何個も技を重ねて、要はそのリスクヘッジを取ってるというか、ですので単体で使うことはケーブ流でもないですし、雨見上げとして考えてもないんです。単体で使うことです。必ず組み合わせます。例えばじゃあいなすとか人出てきたらどうします？普通は、実践においてはとどまるってことは、すなわちやられてしまうってことは、それは試合においてもそうなんですけど、通常は不利な姿勢になったらいなしが入るので、そのような固まった状態が一応武術的には起きないと私は思うんですけど、いなした場合とかは考えられる？叩きます。そうか。もちろん早い。じゃあ例えば軽くもっと軽くまだかかんないじゃないですか。でちょっとこれ逃げてもらっていいですか。取れちゃうじゃないですか。取れて向こうに行く分には別にこっちは何もしなくていいんじゃないですか。もしその来た場合って掴んでこれでかかんない場合っていうのは別に10個に入ればいいですよ。それで終わるので。でもちろん今は顎を上げて崩してますけど、本来は雨ですので、それでやっぱりちょっとでもいなしが入ったら、じゃあやっぱり合気はもうそこでリスクヘッジして、やっぱそうです。要はそこにこだわるっていうことはその生き残る確率っていうのを下げることなので、ただこのこっちでも一応合気上げは入れてます。要は常にその合気の要素をこの体術の中に取り入れてるということなんです。そうするとうまくかかってくれれば、あまり力がやらないで済むというエコでもちょっと納得してきました。一つの技法として使っているっていうふうに解釈してもいいかもしれないですね。たくさんある中の選択肢の一つとして、それも入れながらちょっと効かないなと思ったらすぐ他に変化していくみたいな。こだわりを捨てるということです。だから稽古の中ではその技法というのを稽古をして技量を上げていかないといけないので、それはその技量を上げるための稽古をするので、それを実践でそのまま使えるというふうに勘違いする方もいるので。そうですよね。それはちょっと難しいですもんね。そうです。ちょっとじゃあ最後に私もちょっと体感いいですか？いいです。4大原則と円とあと反射。これを3つか1つになって起こる現象。これを合気と呼んでるんですけども、ちょっとそれを多分組んだ方が分かりやすいと思うので、ちょっとそれでちょっとやってみたいと思います。でこの状態で私が足を1個前に出します。で白川さんでちょっと協力してもらって反らしてもらっていいですか。でここで倒れないように頑張ってください。ここから始めまして、
4大原則っていうのは、まず最初に呼吸ですよね。はい、呼吸はこれいつも言ってないんですけども、普段の呼吸をしてるんですけども、呼吸は波なんですよ。はい、吸った時に上がって吐いた時に下がる。はい、でこれを一定にすることなんですよ。はい、息が上がっていくのもそうなんです。はい、これをこの状態で一定にしますね。はい、少し崩れるじゃないですか。はい、この状態で次は姿勢。はい、姿勢は下から作っていくんです。はい、まずは姿勢を骨の上に乗っけます。はい、少し崩れる。はい、でこの骨盤をですねちょっと前傾させます。はい、この状態から崩れる。はい、崩れます。でこの状態でこの肩甲骨を寄せます。はい、とまた崩れる。はい、でこっから脱力なんですけども、はい、各関節の力みを取っていきます。はい、と崩れていく。はい、最後に手の内ですね。手の内を崩していく。はい、でも繊細ですね。はい、すごい繊細ですね。でそれを受け入れる。はい、では実践だとそれができるかできないかみたいなお話が先あったじゃないですか。はい、それをぜひちょっとどうやって稽古してるかというのをちょっといいですか。はい、もちろん。はい、じゃあ手を前に出していただいて、で手をつけていただいて、白川先生が別にスピードじゃなくていいので歩いてもらえますか。どこでもいいので。でこうやって私合わせていくわけですよ。はい、これは白川先生に私が合わせてる状態なので、はい、これも一種の調和と言えるんですね。はい、でこれは主導権主になっているのは白川先生側なんです。はい、ですから私が合気をかけようとしたらこれはあんまり良くない状態なんです。はい、で白川先生が動いてください。はい、で私もついていきます。これは白川先生がちょっと私に合わせてくれてる状態なんですよ。はい、もう一度いきましょう。はい、白川先生に私が合わせてます。はい、白川先生が私に合わせてます。はい、これを、白川先生が、気づいていようと気づいていまいと、はい、合わせてもらうという環境を作ることによって、主導権はこちら側に移るので、はい、この状態を実践で作る。実践で、はい、その状態を作る。でそうやって合気っていうのは書く。はい、でも確かにその条件だったらなんかハマりそうですね。そうなんですよ。はい、まあもちろんそれも全てのシチュエーションでは使う。実践は本当無限なシチュエーションがあるので必ずこれが当てはまるってことはないですもんね。そうなんです。常に変化していく状況の中で、そこに臨機応変に対応していく。はい、っていうのが大事です。いやでも少しお話聞いてちょっとケーブル合気の謎が少しなんか納得いくような、はい、定義がはっきりしてるっていうのもすごいいいですよね。定義がはっきりしないからこそいろんなやっぱりいろんな考え方があるって、でもそこが良さでもあるんですけどね。ちょっと話がそれてしまうかもしれないですけども、白川先生のその思う合気というのは、定義がされてるんですか。私は定義化結構はっきり、海外では、クリア合気道って言われてるぐらいで結構はっきりしてるんですよ。私が考える合気は結構はっきりしておりまして、相手のエネルギーに合わせるものが合気かなって。エネルギー、力の流れですね。だから相手のタイミングだったり力の流れにしっかり合うものはもう合気かなっていう定義なんです。なるほど、分かりやすいですね。ちょっと分かりやすい、シンプルなんです。はい、シンプルです。だからある意味雨宮先生のやつも私もやっぱり合気かなと。いやでも本当そうですね。相手の気に合わせる、相手のエネルギーに合わせてることがすごい合気なので。いやでも今日は本当に貴重な、ちょっと話題に実際本当武術家では話題にしにくい内容だと思うんですけど、本当に気になったので先生に直接お聞きできて、そして先生に体感できて大変嬉しいです。いやとんでもないです。とんでもないです。また次は違う技を。いや違う技。もちろんもうこちらこそよろしくお願いします。ということでご視聴第1回目です。ありがとうございました。ありがとうございました。